まさか、プルデンシャル31億円詐欺被害金は税務上ノーカウントの闇。プルデンシャルの31億円詐取事件、社長辞任で終わりだと思ってませんか？実は、被害者にはこれから税金地獄が待っています。1、雑損控除の適用外。盗難なら税金が安くなりますが、詐欺は対象外。騙し取られた金にも、きっちり所得税がかかるのが日本の法律です。雑損控除とは、予期せぬ不幸で財産を失った人の税金を安くする仕組みです。しかし、日本の法律では、何によって失ったかという原因を厳格に区別しています。大きな違いは、自分の意思が介在しているかどうかです。盗難や横領は、自分の知らない間に、あるいは無理やり奪われるものです。これらは防ぎようがない不可抗力とみなされ、雑損控除で税金が安くなります。一方で詐欺は、騙されたとはいえ、最終的には自分の判断で相手にお金を渡してしまいます。税務上、この自らの意思による交付行為が問題となります。自分の意思で払った以上、それは強制的な損失ではなく、民事上のトラブルという扱いにされてしまうのです。このため、3000万円を盗まれた人は所得からその分を差し引けますが、3000万円を詐欺で渡した人は1円も差し引けません。手元からお金が消えたという事実は同じなのに、税金だけはしっかり取られることになります。被害者からすれば、資産が減って納税する余裕がなくなっているのに、税制上の救済が一切受けられないという、極めて理不尽で厳しい現実が待っています。根拠となる法律、所得税法第72条第1項。この条文では、雑損控除の対象を震災、風水害、火災などの災害または盗難、または横領によって生じた損失に限定しています。ここに詐欺という言葉は一切含まれていません。国税庁の公式見解通達質疑応答、所得税基本通達及び国税庁の質疑応答事例詐欺による損失。国税庁は公式に詐欺による損失は雑損控除の対象となりませんと明示しています。その理由として、詐欺は盗難や横領と異なり、被害者の側にも何らかの過失や自分の意思による交付があるとみなされるためです。重要な判例採決事例。国税不服審判所平成23年5月23日採決。これは振込詐欺の被害者が雑損控除を認めてほしいと訴えた事案です。審判所は詐欺による損失は、所得税法72条1項に規定する原因に該当しないとして、訴えを退けました。この採決により、どんなに同情すべき詐欺被害であっても、現行法では救済されないという実務上の取り扱いが確定しています。今回の事件への適用。プルデンシャルの社員が会社を語って投資勧誘をした詐欺場合、被害者は所得税法上の救済を受けられません。一方で、もし社員が預かっていた保険料を勝手に着服した横領のであれば、雑損控除が受けられる可能性があります。この詐欺か横領かの認定の差が、被害者の税負担を大きく左右するというのが、税務面における最大のヤバさです。2、賠償金への課税リスク。会社から戻ってきたお金でも、利息分や慰謝料が含まれると雑所得で課税される可能性があります。賠償金は非課税というイメージが強いですが、今回の不祥事のようなケースでは、受け取り方によって税務署から利益とみなされる罠があります。詳しく解説します。所得税法では、心身や資産に加えられた損害への賠償金は、原則として非課税と決められています。これは、マイナスになった状態をゼロに戻すだけのものであり、儲けではないという考え方に基づいています。しかし、ここには重要な例外があります。まず、遅延損害金の問題です。お金が返ってくるのが遅れたことに対して上乗せして支払われる利息分は、マイナスの補填ではなく、新たに追加で得た利益とみなされます。この部分は雑所得として、所得税の課税対象になります。次に、本来得られるはずだった利益の補填です。もしこの投資をしていればこれだけ儲かったはずだという運用益相当分が賠償金に含まれる場合、それはもともと課税されるべき所得の代わりであるため、非課税にはなりません。さらに、慰謝料についても注意が必要です。精神的苦痛に対する慰謝料は原則非課税ですが、あまりに高額な場合や、社会通念上の相当性を超えると判断された場合は、その一部が課税対象となるリスクがあります。被害者からすれば、長年苦しんでようやく取り戻したお金なのに、その中身を細かく分解され、一部を税金として持っていかれることになります。まさに、泣きっ面に蜂の状態です。根拠となる法令判例。所得税法第9条第1項第17号損害賠償金が非課税となる根拠ですが、同法施行令第30条によって資産の対価としての性質を持つものなどは除外されています。所得税基本通達9から21損害賠償金のうち、収益を補填するものや利息相当分は非課税所得に含まれないことが明記されています。最高裁判決書は48年4月20日など本来なら課税されるべき所得を埋め合わせるための賠償金については、課税の対象になるという判断が確立されています。判例平成22年4月22日採決損害賠償金に付随して支払われる遅延損害金は、元本とは別の利得であるため、雑所得に該当するという判断が示されています。このように、会社が31億円全額返しますと言ったとしても、その内訳次第で被害者の手元に残る金額は削られてしまうのです。3、恐怖の贈与税。社員が肩代わりした保険料。これ社員からのプレゼント扱い。最悪の場合、顧客に贈与税が発生します。社員が顧客の保険料を肩代わりという行為は、美談どころか、税務上は顧客を巻き込む大きなトラブルの火種になります。なぜこれがやばいのか、
税理士の視点で詳しく解説します。まず、贈与税の基本原則を理解する必要があります。贈与税とは、誰かから財産をもらった時にかかる税金です。これは現金だけでなく、本来自分が払うべき債務を他人に払ってもらった場合も、利益を受けたとみなされ、課税の対象になります。今回のケースでは、社員が顧客に代わって保険料を支払っています。これは、顧客から見れば保険料分のお金をもらったのと全く同じ経済的メリットです。そのため、肩代わりされた金額が年間110万円の基礎控除を超えていれば、顧客には贈与税の申告と納税の義務が発生します。さらに恐ろしいのが、将来の保険金への影響です。生命保険は、誰が保険料を払ったかによって、受け取る時の税金の種類が決まります。自分で払えば所得税、家族が払えば相続税や贈与税となります。もし社員が保険料を肩代わりしていた場合、税務署は実質的な保険料負担者は社員であるとみなす可能性があります。そうなると、いざ保険金を受け取るときに、多額の贈与税が課せられるという最悪のシナリオが現実味を帯びてきます。贈与税は相続税や所得税よりも税率が高く設定されているため、受け取り額の半分近くが税金で消えることさえあります。顧客は良かれと思ってあるいは断りきれずに肩代わりを認めてしまったのかもしれませんが、結果として知らないうちに脱税状態にされるあるいは将来の保険金を台無しにされるという二重の罠にはまっているのです。根拠となる法令通達、相続税法第5条保険料を負担していない人が保険金を受け取った場合、その保険金は保険料負担者からの贈与とみなすというみなし贈与の規定です。相続税法基本通達後から3保険金受取人以外の者が負担した保険料がある場合の計算方法が細かく定められており、実質的な負担者が誰であるかを厳格にチェックする姿勢が示されています。所得税基本通達36から4、雇用関係に基づかない利益の供与についての考え方です。今回のように、会社の関与しないところで社員が勝手に言った肩代わりは、単なる個人間贈与として扱われる可能性が極めて高いです。このように、プルデンシャルの営業成績のための肩代わりは、顧客の資産防衛という保険本来の目的を根底から破壊する行為なのです。4、不平等。ちなみに、プルデンシャル側が支払う賠償金は、会社にとっては経費損金になります。これ、さすがに不公平だと思いませんか？被害者の税制上の救済が乏しい一方で、加害者側である会社の税務処理は、驚くほどドライで有利に進みます。これは、最も不公平だと感じるポイントです。詳しく解説します。法人が支払う損害賠償金は、原則として損金経費になります。法人税法では、事業に関連して発生した費用や損失は、利益から差し引くことができると定められているからです。今回の不祥事で、プルデンシャルが被害者に賠償金を支払った場合、その金額は会社の経費として処理されます。つまり、賠償金を払えば払うほど会社の利益は減り、結果としてプルデンシャルが国に納める法人税は安くなる仕組みです。さらに、騙し取られたお金が戻ってこない場合でも、会社はその未回収分を貸し倒れ損失などの形で経費にできる可能性があります。社員が起こした不祥事であっても、会社側は税制上のルールにのっとって、着実に自社の税負担を軽減させることができるのです。一方で、被害を受けた顧客はどうでしょうか。前述の通り、詐欺被害は雑損控除の対象にならず、税金は1円も安くなりません。それどころか、戻ってきたお金の内訳次第では所得税を課され、肩代わりがあれば贈与税まで追い打ちをかけられます。会社側は不祥事のコストを税務メリットで一部相殺できるのに、被害者は実害以上の税負担を強いられるリスクがある。この加害者は救われ、被害者は見捨てられるような税制の構造こそが、この事件の隠れた闇と言えます。根拠となる法令通達。法人税法第22条第3項法人の各事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、損失の額が含まれると規定されています。法人税基本通達9から7から16法人が支払う損害賠償金について、業務に関連して発生したものであれば、原則として損金の額経費に算入することを認めています。ただし、役員などの故意または重過失がある場合に、会社がその責任を個人に求めず、肩代わりした分などは、寄付金や給与とみなされて経費にならない場合もありますが、対外的な賠償そのものは損金性が高いです。法人税基本通達9から6から1回収不能となった債権今回のケースでは、社員に対する求償権などを、一定の条件の下で貸し倒れ損失として経費処理できるルールです。いかがでしたか？この情報が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。